明けましておめでとうございます。イルミネーションめっちゃ綺麗に撮れるね。自転車の動き丸分かり。車内も撮れるドラレコ取り付けてる。このアングル必要だわ。いやあ、皆さんこんにちは、七草です。2025年もよろしくお願いいたします。早速ですが、今回の製品はこちら、ドラレコの新製品です。ビニール剥がします。はい、改めまして今回の製品はバントゥルーの Nexus 2X という前後カメラ一体型のドライブレコーダーです。以前紹介した N4 Pro や N5 とは違って、リアカメラはないけどもフロントカメラと車内が撮れるカメラとなっています。ここでの前後のカメラとはフロントカメラと車内カメラのことで、リアカメラはついていないモデルとなります。この製品は Nexus 2X という名前ですが、略して N2X とも言います。それでは開封していきましょう。バントゥルーさんは箱がいつもしっかりしている印象があります。 iPhone の箱と同じようにこのような剥がすものがついていて、ペリペリ剥がしていきます。いざ開封。パカッ。はい、今回もやはり一番最初に出てくるのはこのような配線図です。シガーソケットからの USB-C はマウントキットにつないでねという熱い思いが伝わります。綺麗にテトリスみたいに積み上げられています。Nexus 2X またの名を N2X。 これはマニュアルでした。とりあえず全部出していきます。これはマウントキットとケーブル類かな。いっぱい入ってる。よし、全部取り出しました。同梱品はこれで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体、フロントカメラ、車内カメラ一体型のものです。フロントカメラには保護フィルムが貼ってあるので、使う時には剥がしましょう。右側面には N2X のロゴがあります。左側面にはマイクロ SD カードのスロット、データ転送用の USB-C ポート、リセットボタン、説明書には書いてませんでしたがスピーカーかな。前面に行きまして、左側のオレンジのボタンが電源のオフオンボタンと緊急録画ボタンです。ディスプレイは 2.45 インチの IPS 液晶。縁の下の方にバントゥルーと Nexus 2X の表記があります。内側にもカメラがついていて、保護フィルムが貼ってありました。使う時には剥がしましょう。内側のカメラは上下に首振り可能で、上向きのこの角度から真ん中、そして下方向にもこれぐらい動かせますので、車に取り付けた後でも都度調整が可能です。本体上側には物理ボタンやポートがなく、本体下側に物理ボタンが4つあります。ディスプレイはタッチパネルではないので、この下側にある4つの物理ボタンで操作します。はい、次マウントキットを見ていきましょう。電源ケーブルはこのマウントキットに接続します。ここに GPS が入っています。で、このマウントキットにマウントベースがついていて、このスライドすると外れるやつですね。このマウントベースを接地面に貼り付ける感じです。で、マウントキットの金属部分と本体側のここを接続します。そのまま挿すだけ。ここにも Nexus の表記があります。で、このマウントベースの側面に USB-C ポートがあるので、ここに電源ケーブルを接続します。DC IN と書いてあるところですね。マウントベースの内側にこのような切り掛けがあって、マウントキットをスライドすることで脱着できます。このマウントベースはもう一つついていました。計2つです。次、付属の電源ですが、シガーアダプターから取る USB-C の電源ケーブルがついています。USB-A ポート1つ付きです。対向の USB-C は L 字になっていました。次、データ転送用の USB-A to USB-C のケーブルが1本。あと今回も内張り剥がしがついていました。車内のケーブルを配線するときに使えます。バントゥルーのロゴ入りです。マニュアルが1冊。厚さはこれぐらい。結構な厚さだなと思いますが、イングリッシュ、エスパニョール、日本語、中国語と4カ国の説明が詰まっているので、実際読むのは1箇所だけです。なので4分の1、カラー印刷されています。あとクロスが1枚、こちらもバントゥルーのロゴ入りでした。あと静電気接着シートというものがありまして、フロントガラスとマウントベースの間に入れるフィルムです。これが2枚入っていました。最後にアピール満載ステッカーが2枚入っていました。英語版と日本語版です。マグネットではなくシールタイプのものです。はい、ここからはオプション品です。まずこちらが変光フィルターです。これをフロントカメラのレンズに取り付けることによって反射する光を抑えてより鮮明に撮れるフィルターです。このフィルターにもバントゥルーのロゴ入りクロスが1枚ついていました。先ほどのものと同じです。ドラレコのフロントレンズの先にはどうしてもフロントガラスがあるので、天気がいい日とかはダッシュボードが映り込んだ状態の映像が記録されてしまうことがあるんですが、そういうのを軽減してくれるフィルターです。これ内側にも外側にも保護フィルムが貼ってあるので、取り付ける際は両方剥がしましょう。カメラ側も剥がすの忘れないようにね。このように回して取り付けます。よし、これで変光フィルター取り付け OK。
そしてもう一つ、これもオプションなんですが、駐車監視をしたい人には必要な直結電源ケーブルです。通常はこのシガーアダプターから電源を取るんですが、これだとエンジンを切ったタイミングでシガーソケットの電源も切れるので、駐車している間の録画はできません。駐車監視をしたい方はこちらの直結電源ケーブルを使ってフューズボックスやオーディオの裏からなど直接電源を取る必要があります。このケーブルはオフタイム設定もできて、車側が設定した電圧に満たない場合に設定した時間になったら電源を切るという設定もできます。車側の接続端子はこんな感じになっていて、黒のクワガタ端子がグランドアースですね。で、今回赤が常時電源、黄色が ACC アクセサリーとなっています。で、常時電源とアクセサリー、赤と黄色のケーブルはギボシ端子のオスになっていて、ここに各車のフューズボックスの端子に合うように変換して接続するイメージです。でね、この変換ケーブルが全種類入っているんですよ。もともとこのヒューズの形はそれぞれの車で形が違うので、ご自身の車に合わせて変換する必要があります。これがもともと全4種類入っているので、自分で DIY したり新たに購入する必要がありません。ちなみに七草のアウトランダーはこちらのマイクロ2というヒューズ端子です。ギボシ加工されているので接続するだけです。今は常時電源側を接続しています。これがもう1セットあるので ACC アクセサリー側も同じようにつなげていきます。はい、これはイメージなのでギボシをちゃんと押し込んでいませんが、車側のヒューズボックスに接続する場合はこのようなイメージになります。ドラレコ側はもちろん USB-C です。駐車監視ケーブル用の説明書も1冊あります。こちらも日本語表記してありました。あとマイクロ SD カードも公式で出しているものがあって、今回七草はこちらを使いますが、必ずこれにした方がいいよということではありません。ただマイクロ SD カードには UHS 速度クラスというものがありまして、 U3 以上のものを推奨しています。この条件を満たしていれば何でもいいんですが、不安な方は公式のものをどうぞという感じです。マイクロ SD カードは左側面から直接入れることができます。最大 512GB まで対応しています。念のためですが、取り出すときはもう一度押すとマイクロ SD カードが飛び出てきます。それじゃあ早速車内で取り付けていきましょう。それではこの辺に取り付けていきたいと思います。取り付けるところをパーツクリーナーで脱脂します。拭きこんなもんかな。そしたら今回このフィルムを貼ります。なんでかって言ったら、七草みたいにドラレコを頻繁に取り外す方はこれを貼っといた方が粘着テープの取り外しがめっちゃ楽です。ここら辺かな。はい、フィルムを貼りましたが気泡が入ってしまったので、この内張り剥がしヘラにもなるんでね、気泡を外に出していきます。無理だなこれ。ドラレコを設置します。この両面テープ強力なんでね、今までフィルム貼ってなかったんですが、フィルムあった方がいいですね。ドラレコの設置位置はフロントガラスの上部から 20% 以内、もしくはルームミラーの裏側というルールがあります。この辺かな。今回電源ケーブルは付属品のシガーソケットから取るタイプのものを使います。配線は意外と楽ちんで、付属の内張れ剥がしを使ってまずは天井の隙間に押し込みます。で、配線1本ぐらいならこの隙間に入るんで、こんな感じで中に入れちゃいます。これだけでだいぶすっきり見えるんでね。で、そのまま下まで通して、ちゃんと見えないように配線したい場合はこのプラスチックの中を通すこともできます。今回はこのままマットの下を通してシガーソケットに行ってます。配線はこれだけ。だいぶすっきりできたでしょ。それじゃあ走っていきましょうか。まずこちらのフロントカメラの映像は、このドラレコの最高解像度 1944p で撮影した映像です。 1944p の時のフレームレートは 30fps です。ソニーのスタービス2技術を搭載した最新センサー IMX675 を採用しています。2.7K めちゃくちゃ綺麗です。 1944p に設定すると録画した映像はこのように正方形のようになります。なので再生データは両端が余る感じになります。その分縦への撮影面積は広くなります。次に 1944p から 1440p に落としてみましょう。はい、最高画質から1つ落とした 1440p で撮影しています。再生データも全画面ぴったり広がるようになりました。やはり録画データはこの画角が見られているのではないでしょうか。七草はこの画質で使おうかな。1つ画質を落としたといっても 2K ですからね。十分綺麗です。逆光もこのように問題なく撮れます。これ現在フレームレートは 30fps で撮影していますが、 1440p だと 60fps も選択することができます。ただ 60fps にすると HDR 機能が使えなかったかな。特にこだわりがなければフロントカメラは 1440p が七草のおすすめです。ちなみにナンバーもバッチリこれぐらい見れます。問題ないね。ここで明暗差はどうなのか見てみましょう。これは iPhone14 で撮影しています。トンネルの先真っ白ですね。ようやく見えました。これがドラレコだったら大事な瞬間が映っていないかもしれないのでダメですね。
続いて N2X の映像です。トンネルに入った直後も先が見えています。明るいところへ抜ける瞬間はどうでしょうか。白飛びなし。ドラレコにはこれが大事なんです。比較して見てみましょう。この映像を横に並べると一目瞭然です。トンネルを抜けるときに止めてみます。はい、いかがでしょうか。 iPhone14 だと先が真っ白ですが N2X は先がはっきり見えています。 iPhone14 はトンネル抜けてからもしばらく白いですからね。通しで見てみましょう。トンネルの中からもう一度。こう見るとドラレコってやっぱりすごいよね。続いて車内カメラを見ていきましょう。車内カメラって結構重要で、このアングルじゃないと撮れない映像があります。車内ももちろんそうですし、車の横も撮れます。車内カメラは最大 1080p のフル HD、720p も選択できます。フレームレートは 30fps で HDR 搭載、赤外線暗視機能がついています。日中帯でもトンネルや立体駐車場など暗いところへ入ると自動的に車内カメラがナイトビジョンモードに切り替わります。ほらこんな感じでね。これで暗いところでも大丈夫。そして明るいところに出るとこれも自動で暗視機能がオフになります。次、夜間の映像を見ていきましょう。こちらが夜間の映像です。まずはフロントカメラ。画質は最大の 1944p、 フレームレートは 30fps で撮影しています。やはり最大画質にすると映像は正方形のようになります。ただめちゃくちゃ綺麗ですね。ライトアップもものすごく綺麗に撮れています。ソニーのスタービス2技術の凄さがわかります。これ Vlog とかにも良さそうですね。綺麗な街並みを走りたくなります。では画質を一つ下げてみましょう。はい、1440p で撮影しています。 1440p ではフレームレートが 60fps も選択できます。この映像は 30fps です。この画質にすると画面いっぱいに広がってよく見られた映像になると思います。画質を一つ落としましたが 2K 十分綺麗だと思います。より高画質で縦幅を増やしたい方は 1944p がいいと思います。やっぱり七草はこの 1440p がいいかな。夜間でもナンバーははっきりと見えます。ズームしてもはっきり見えます。次、車内カメラ見ていきましょうか。夜間の車内は暗いので自動的に暗さを検知して暗視モードで撮影されます。この車内アングル、後ろから道路を横切る自転車がよく撮れてますね。こういう映像は前後のカメラだけでは撮れません。車内カメラ欠かせないね。はい、それでは操作感を見ていきます。まず電源を入れるとこのような画面が表示されます。初期設定画面です。操作はタッチパネルではなく下にある4つの物理ボタンで操作します。まずは言語を選択します。日本語を選択して OK。 次に標準時間を設定するんですが GMT プラス9時間の東京を選択します。で、時刻表示はイヤー、マンス、デイの順でいいですね。次はここで時刻を設定して周波数を選択します。東日本は 50Hz で西日本は 60Hz です。次、速度単位がキロかマイルとあるので日本はキロなんで左側を選択します。次は Wi-Fi 周波数 5GHz 帯も対応しています。ただ電波法で屋外の場合 5GB はなんちゃらとかあった気がするので 2.4GB にしとこうかな。 5GHz 帯使いたいけどね。次、フォーマットアラームとありますが SD カードのアラームですかね。特に必要ないのでオフにしときます。で、次、マイクロ SD カードのフォーマットですね。初期はマイクロ SD カードを本体に入れてフォーマットを必ずしましょう。夜になりましたが引き続き見ていきます。初期設定が終わると録画が開始されます。画面左下が赤く点滅していたら録画しています。もしくは左側の物理ボタンが緑に点滅していれば録画しています。この物理ボタンは起動中に一度押すと緊急録画されます。同時に写真も撮ります。緊急録画は上書きされないマイクロ SD カードの別の領域に保存されます。ちょっと暗くて分かりづらいですが下の物理ボタンいきます。一番左のボタンは録画の開始停止です。録画中に一度押すと赤い点滅と緑の点滅が消えましたね。この状態でもう一度押すと録画開始されます。赤い点滅と左側のボタンの緑点滅がし始めました。その隣のボタンは画面表示を切り替えるボタンです。一度押すと車内カメラがメインに映ってフロントカメラの映像は左上の小さい枠に切り替わります。画面の表示が切り替わるだけで録画には影響がありません。もう一度押すとフロントカメラだけ、さらにもう一度押すと車内カメラだけ、このような表示もできます。
でもう一度押すと元の画面に戻ります。このような繰り返しです。好きな画面にしておきましょう。その隣左から3つ目のボタン、これが音声のオフオンボタンです。音声付きの録画にするか音声を入れない録画だけにするかのボタンです。で、一番右のボタンがメニューボタンなんですが、これは録画中はメニューに入ることができません。なので一旦録画を停止して、それから一番右のメニューボタンを押すとメニューに入ります。録画設定をざっくり見ていきます。まず解像度ですが、今回カメラが2つついていて、フロントプラス車内かフロントだけ、これを選べます。このカメラを使っててフロントだけにするのはもったいないので、フロントと車内にしましょう。ここを進むと好きな解像度に設定することができます。これ 1944p プラス 1080p になってますが、フロントが 1944p で車内が 1080p になっています。ここはお好きに設定してください。 1944p と 1440p の違いは先ほどのドラレコの映像をご覧ください。次、ループ録画ですが、マイクロ SD カードに保存するデータを1分ずつで分けるか3分ずつで分けるか、またはオフにするかを選べます。次、赤外線ライト。これは車内カメラの暗視モードを自動にするかオフにしとくか常にオンにしとくかを選べます。あとは G センサーだったり音声のオフオンだったりいろいろあるんですが、長くなるので大事なところだけ見ていきます。はい、駐車監視モードを見ていきます。これを進むと夏場など高温環境で駐車する場合は衝撃検知の駐車モードをおすすめしてきました。駐車監視モードは4種類あって、1つ目は動体検知です。検知してから15秒遡った状態で録画開始できるみたいです。2つ目はタイムラプス録画、3つ目は低ビットレート録画、4つ目は衝撃検知です。このような駐車監視の設定もできます。他にもいろんな設定があるんですが、これ今本体を直接操作していましたが、実はアプリからも同じ設定や操作ができるんです。バントゥルーの専用アプリからドラレコの Wi-Fi につないで接続するだけなので簡単です。また専用アプリから録画した動画をダウンロードすると GPS と連動していて、その時にどこを通ったかも分かります。何か起きた時にどこで起きたのかがすぐ分かります。これはめっちゃ便利ですね。あとは話しかけるだけでの操作もできます。ここに音声認識コマンドというものがありまして、ここに載っていることを言うだけで音声で操作ができます。やってみましょう。ビデオスタート。 Wi-Fi を閉じる。 Wi-Fi を開く。写真を撮る。スクリーンオフ。スクリーンオンというように音声で操作もできます。ということで今回はバントゥルーのドライブレコーダー N2X をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。このドラレコはリアカメラがなく、フロントカメラの前後にカメラがついていて、前方と車内が撮れるドライブレコーダーです。すでにドラレコ取り付けてるけど車内も撮りたいなという方や、予備のためにもう1個つけときたいなという方にぴったりなドライブレコーダーだと思います。いやいや、リアカメラないとドライブレコーダーじゃないでしょという方には、以前紹介した N4 Pro や N5、 このモデルはリアカメラもついていますし、車内も撮れます。こちらの動画も概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。はい、そして今回紹介した N2X 概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがアウトランダーの情報や車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。少しでも参考になったらいいねいただけるとめっちゃ嬉しいです。そして皆さんまだまだ動画上げていきますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!